お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるナチスドイツの国防軍が、独ソ戦で出会ったソ連軍戦車の性能に驚愕し、これに対抗すべく開発された、豹の異名を持つ戦車、パンター戦車を解説する。前回のティガーが虎だから、今回のパンターは豹というわけか。見た目が、旧来のドイツ軍戦車とはだいぶ違って、シュッとしているね。この形状はパンター戦車の特徴の一つであり、ソ連軍戦車との交戦でドイツ国防軍が戦訓として学んだ点でもあるので、この動画で詳しく解説していくよ。今回の解説動画も、最後までご覧いただけると後人の至りです。さて、パンター戦車を語る上で外せない存在が、第二次世界大戦でソ連軍が戦線に大量に投入し運用した T-34 戦車だ。第一次世界大戦で敗北して再出発を余儀なくされた新生ドイツ軍において、ジェイクと将軍らが必死に耕し、ヒトラー総統の再軍備宣言で加速度的に開発が進んだドイツ国防軍の戦車開発は、いわゆるバルバロッサ作戦で一つの転機を迎えることになる。バルバロッサ作戦。ヒトラー総統率いるナチスドイツが、独ソ不可侵条約を破棄してソビエト連邦の領土内に突如侵攻した、大規模な奇襲作戦だ。バルバロッサ作戦において、ドイツ国防軍の首脳は、ある意味ソビエト連邦軍を舐めてかかっていたんだ。すなわち、ソビエト連邦軍は動きが鈍重であり、かつ、戦車をはじめとするソビエト連邦軍の兵器類も、ドイツ製の兵器には劣っているだろうという甘い見通しがあった。舐められてたな、ソ連軍。ドイツ国防軍の面々が抱いていたその幻想を打ち砕いたのが、ソビエト連邦軍の T-34 だ。特に、ドイツ国防軍関係者は、ソビエト連邦軍が繰り出す T-34 の防御力に衝撃を受けたという。これが、いわゆる T-34 ショックと呼ばれている現象だ。敵を甘く見るのは禁物だね。ソビエト連邦と満州国の国境線で日ソ両軍が激突したのモンハン事件でも、大日本帝国陸軍の参謀たちは、ソビエト連邦軍の実力を事前に過小評価しており、結果として予想以上の損害を被った例もあるので、大日本帝国陸軍にも同様の傾向はあったように思うけどね。日本も同じだったか。ノモンハン事件で日本軍からも停滞損害を被ったソビエト連邦軍が、日本軍との戦闘でいた戦訓を真摯に受け止め、その結果が独ソ戦で効果を発揮したという指摘もある。教訓をフィードバックするのは重要だな。本チャンネルで以前に解説したティガー1の動画で言及した通り、ティガー1の開発自体は、時系列的に T-34 ショックの前に開発がスタートしていたので、巷で言われているような、ティガー1の開発が T-34 ショックにより始まったという言説は時系列に整合しない。開発中に T-34 ショックが起きたので、間接的な影響はしたけどね。T-34 ショックと明確な因果関係の下で開発されたのが、今回解説する、パンター戦車というわけだ。やっとパンター戦車にたどり着いたな。早く解説を。バルバロッサ作戦で T-34 ショックを特に深刻に捉えたのが、ドイツ国防軍の装甲部隊の生みの親とも言える将軍、ハインツ・グデイリアン将軍だ。イダテン・ハインツの異名もあるね。大河ドラマみたいだね。T-34 ショックによる、グデイリアン将軍の反応は迅速だった。グデイリアン将軍は本国に速やかに調査団を派遣するよう要請し、グデイリアン将軍の要請に従って、ドイツ本国からは、ソビエト連邦軍の調査に関する調査団が派遣されることとなった。グデイリアン将軍は本国の連中にまずは実態を見せるのを優先したと。報告書を送っても緊迫感は伝わらないだろうしね。グデイリアン将軍は、必ずしも周囲と円滑な関係を築けるタイプではなかったとする指摘もあるが、その一方で、自分のアイデアを上層部に実行させる術策に長けていたという側面はある。派遣された調査団は戦車委員会、と呼称され、ソビエト連邦軍と対峙する東部戦線において、T-34 の分析を行った。その結果、戦車委員会は、T-34 の優れた防御性、履帯の機動性、戦車砲の威力を的確に分析することができた。そして、戦車委員会は、T-34 に対抗できる新型戦車の必要性を認識し、帰国の上、分析結果を基礎とした新型戦車の開発計画を即座に遂行した。迅速だな。
パンターの開発に関しては、ドイツの戦車開発に関するノウハウの蓄積がいい形で発揮された例だと思われる。なお、バルバロッサ作戦以前に、ドイツ国防軍は、未来の主力親衛戦車として期待されていた3号戦車と、その支援戦車として想定していた4号戦車の後継たる新型中戦車の開発を進めていたので、それが走行した側面もある。開発に関わることになった企業は、ダイムラーベンツ社と、MAN 社だ。ドイツ国防軍御用達だな。ダイムラーベンツ社は日本でも有名だね。1998年には、アメリカのビッグ3の一角であるクライスラーと合併して話題になったな。MAN 社は、日本ではベンツ社ほど有名ではないが、戦後には、日本へ2階建てバスや国鉄のディーゼル機関車の発電機用エンジンを輸出したらしい。日本とも関わりがないことはない感じだな。パンターの開発にあたってドイツ国防軍が両社に出した要求は、戦車委員会の報告を踏まえた、まさに対ソビエト連邦軍を想定した新型戦車の機能だった。具体的には、T34 の防御力を構成する要素の一つである被弾軽視の観点から、走行に傾斜角を設けること、優れた機動力を有することなどだ。ダイムラーベンツ社対 MAN 社のコンペだな。両社の案はそれぞれ特徴的だったが、いろんな意味で特に革新的だったのは、ベンツ社の設計案だった。ベンツ社案による新型戦車は、戦車砲を搭載する砲塔が車体の前方部分に配置され、エンジンにはガソリンエンジンではなくディーゼルエンジンを採用するなどの内容だった。ベンツ社案の新型戦車は、その見た目からして、それまでのドイツ国防軍の戦車の形状とは一線を画していた。というかソビエト連邦軍の T34 にあえて寄せに行ったんではないかと思われるほど、T34 に似ていた。対して MAN 社は伝統のドイツ戦車って感じだな。MAN 社案は、ドイツ国防軍の要求に応えて被弾軽視を取り入れているものの、全体的には伝統的なドイツ戦車という感じの形状をまだ保っていた。どっちが採用されたの？両者の案のどちらを採用するかは、紆余曲折があったんだ。まず、ナチスドイツの首領たるヒトラー総統は、ベンツ社案の採用を当初考えていたらしい。いろいろ新しい案だからな。しかし、ベンツ社はあるミスに及んでしまう。どんなミスを？ドイツ国防軍が指定した期限までに、設計案に記載した砲塔を完成させることができなかったんだ。それは採用の決定に大きい影響を与えそうだな。その他にも、ディーゼルエンジンの量産の困難性などがあり、最終的にはヒトラー総統の決断もあり、ドイツ国防軍は MAN 社の採用を決定する。ドイツ版の T34 を見てみたかった気持ちは残るね。大急ぎで生産が開始されたパンター戦車の特徴として挙げておくべきは、搭載された戦車砲の威力についてだ。パンター戦車に搭載された 7.5 センチ kWUK42 は、装甲板の貫徹能力を引き上げるべく強化が重ねられた戦車砲であり、その強大な装甲貫徹力は、ティーガー1に搭載された戦車砲を上回っていたという。いよいよソ連軍と決戦だな。意外と長くなったので、パンター戦車の実戦に関する解説は、また後編で解説させていただきます。なお、1号戦車から始まる、2号戦車、3号戦車、4号戦車、ティーガー1などドイツ国防軍の戦車シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、こちらも良ければご覧ください。さて、以上の通り、パンター戦車の前編の解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報号チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。